はい、こんにちは。金子でございます。ということで、ノーカットお魚さばき。もう秋ですね。もう秋はあっという間です。もう秋が終わってすぐに冬になります。冬に美味しい魚ときたら、真っ先に思い浮かぶ魚。それがこちら。ブリですよね。僕が YouTube 始めたても本当に3年ぐらい前に1回ブリのノーカットの動画を上げたんですけど、何分3年前のことなので、もう今はありがたい話でたくさんの方見ていただけるようになりましてですね、もう一度ブリのノーカットさばきやっていこうかなと思います。北海道産のブリ。重さが 11.4 キロあります。前やったやつよりさらに大きなブリです。ブリにしてはもう最大サイズぐらいの大きさですね。体高もすごいから、おそらく脂がすごいでしょう。ということなので、今日はこちらのブリを3枚でおろして、しゃぶしゃぶ用にしていきたいと思います。よし、やっていきます。僕の手これでね、だいたいね、28センチぐらいあるんですよ。親指から小指のね、先まで。体高が30センチぐらいあるってことなんで、とんでもないブリです。で、用意するものが、デワと柳、あとハサミなんかあれば最高ですね。そしたら今日は鱗はすき引きにしていきたいと思います。鱗かけで取ってもいいんですけど、すき引きの方が綺麗に鱗は取れますので、今日はすき引きでいきますね。そしたらまずは、すき引きする場合、ヒレというヒレを全部落とします。ハサミで落としてもいいし、レバーでもね、簡単に落とせます。ブリを立てて、カン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 とやれば、取れます。これが一番安全な取り方です。ほんで、すき引きするときにどうしてもここのヒレとここのヒレ邪魔になってきますので、はい、そしたらいよいよすき引きにしていきます。僕はまず真ん中、ど真ん中取って、で、背中、腹側で取っていきます。ちょっと早送りするかもしれないです。尻尾の方から徐々に入れていきます。あ、ちょっとね、透けちゃいましたね。久しぶりだからね、ちょっとね、ミスっちゃいますね。で、コツとしては、包丁の前面を使う感じ。ギコ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 と。で、魚体をこう押さえすぎない。尻尾を持ってフリーダムにしてあげると、こううまくいく気がします。押さえちゃうと、下の皮まで行く確率が増える。経験上ね。尻尾を持って、包丁の前面を使って、ギコ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 。ちょっとね、慣れるまで難しいんですけど、慣れてくるとめちゃめちゃ楽しいです。気持ちいい。見ててもちょっと気持ちよくないですか？ずっと見てられるというか、なんというか。すげえ脂乗ってるな、このブリ。この段階でわかる。はい。このように、背中側が取れました。そしたら次は腹側取っていきます。腹側はね、難しいんですよ。このように、すき引き、こっちができました。反対側は、じゃあ早送りでいきますね。はい、では、ある程度、すき引きができました。そしたら、ここから頭を落としていきます。エラの隙間に包丁を入れまして、カパッと開きます。で、ブリの血とかって、こう素手で触るとブツブツができちゃう体質の人いるんですけど、僕もその一人なんですよ。なので、できれば、ゴム手袋とか軍手はした方がいいかもしんない。すげえ痒くなっちゃうんで、いや、お前しろやって話なんですけど、ちょっと切らしてまして、申し訳ない。ここから、お腹を割ります。油がすごいな、このブリ。
大当たりぶりだぜ、これ。問題は、あとはミニチが回ってないかですね。ちょっと怪しい感じ。すごい、これ。これ、見て。これ。白子じゃないですよ、これ。全部ね、これ油です。内臓の油。これもね、煮付けとかにすると美味しいらしいです。これと大根を一緒に煮ると、大根にブリの風味がついて、超うまいブリ大根ができるっていうのを聞いたことあります。またそういう動画もやってみても面白いな。はい。そうしましたら、エラが抜けましたら、次頭を落としていきます。よし、いきます。でね、関節を探します。柔らかいところ。って言っても難しいんですよね。関節見つけるのって。僕はもう感覚でわかるんですよね。あ、ここだなって。言います。落とします。で関節が見つかったら関節入れて、ゴンと入れます。ちょっとね、柔らかいポイントがあるんですよね。そこにクッと当てると、スコンと落ちますんでね。でもさすがにこのサイズになると、ちょっと力いるかな。こんなに血が出ますんで、一度きれいに洗いますね。はい。そうしたら、ここ。膜の下に腎臓。まあ僕は血合いって言いますけど、血がたくさん入ってます。これを取っていきますね。これをしっかり取らないと、さばいた時にまな板が血だらけになっちゃいます。まあこういう鱗かきかなんかで、こう、まず傷をつけます。膜に傷をつけて、で、ある程度大まかな血を除去していきます。こういうとこのね、骨の間に入ってる取りきれなかった腎臓を、これブラシやなんかで取っていきます。はい、で、このように綺麗になりました。鱗が取れて、頭も取れて、内臓も、腎臓も取れてます。そしたら、下ろしていきます。まずは、下側から1本。ゆっくりゆっくり入れていきます。でね、皮がこういう風にペロンと剥がれて持てますんで、ここ持って、こうやってやってあげると確実に骨と身の間決めれます。で、こっち側めくって、1本ラインを入れます。このね、わかるかな？ヒレの、ここら辺、ほんとちょうど上ぐらい。ここに1本ガイドラインをピーッと入れてくる。で、1本ピーッと入りましたら、手を置きます。で、この手を若干こっち側に、よっと、倒します。そうすると、ほら、こうね、さっきガイドライン入れたところが、こう、隙間が空くんですね。こうないと、こう、ピタッとなるんですけど、パカッとなることによって、包丁が入れやすくなります。ゆっくり入れます。焦らずゆっくり。で、この時包丁の角度は、まっすぐじゃなく、若干、下向き。そうすると、骨を感じ取れます。で、この時に力は全くいらないです。ここでね、力、すごいグッグッグッって入れちゃう方多いんですけど、もう力なんて全くいらないです。もう本当に、わーって。もうこの2本でもいいぐらい。このぐらいの力で OK です。ちょっと言い過ぎか、今のは。で、本当そのぐらい力いらないので、力が入っている場合は力抜いてください。そんなこんな言ってる間に、ほら、綺麗に包丁が入っております。で、最後のここまでしっかりと入れてください。そしたら尻尾の方から包丁を入れて、硬い。よし。せーの、よっ。うわー。素晴らしい。いいぶりですね。脂乗ってます。ここ、ぶりトロ。こっち側下ろしていきますね。下から下ろす人もいるんですけど、僕は骨を上に向けて下ろします。いきますよ。さっきと同じように1本ガイドラインを入れます。こう、ゆっくりゆっくり、レバーを、こんな感じ。ちょっと大げさにやりますけど、こういうイメージ。ね。で、包丁入りました。で、反対向けて、で、1本ガイドライン入れます。で、この時も必ず手を置いて、こっち側に重心を傾ける。で、1本ガイドライン入れていきます。で、
で包丁のね、油も一回一回こう取ってください。で、ガイドライン入ったら、ゆっくり、本当に、絶対こう力入れないでくださいね。力入れると、もうこれガッていって、手切っちゃう恐れありますんで、本当にゆっくりゆっくり包丁入れてください。ほら、こうね、めくれるんですよ。もう自信ない方はめくりながら、こうやってゆっくりこうやって、骨を一本一本外していくやり方も OK。こうやってね、ゆっくりゆっくり。で、慣れてきたら、こうね、骨の隙間から薄く見えるんですよ、包丁が。で、これ確認しながら、下ろしていくと。で、この時の包丁の角度は、若干上向きです。上向き。こうですね、こう。で、ある程度いったら、しっかり持ち上げて、背骨の、この太いところ、この山のところまで決めます。はい、決まりました。そしたら、尻尾の方から包丁を入れて、先ほどのように、はい。ほら。こういうふうに綺麗におろせます。ブリをしゃぶしゃぶ用にしていきますね。ここ真ん中に血合い骨っていう太い骨が入ってます。バババババッとね。で、ここは腹骨があります。ここの部分がブリのカマ、ブリカマ。とにかく脂の乗ってて美味しい部位ですね。なのでブリカマを落とします。僕あえてブリカマ大きめに落とします。このぐらい大きめに落としちゃって、これだけ焼けばもうおかずになっちゃうぐらいの大きさに落とします。ここね、小さく切り落とす人もいますけどね。僕は大きく切り落とします。そしたら腹骨をすきます。薄く薄く腹骨ついていきます。油すごっ。薄皮もできるだけ引いちゃいます。こうですね。こう。はい。そしたら割っていきますね。血合い骨を落とします。こっち側も血合い骨を落とします。はい、これで背の方と腹の方を分けれました。今日は腹の方をしゃぶしゃぶにしていきますね。腹の方でも特にここが脂乗ってます。なのでここで一回落としちゃいます。で、こっちはね、切り身にしちゃいます。背中の方。こっちもね、しゃぶしゃぶにしても美味しいです。僕、切り身にするときは尻尾の方から切ります。ここのラインが斜めなので、そこの斜めに合わせて尻尾からこう落としていきます。一切れ。だいたいこのぐらいの大きさに切りますね。ここまで入れたら包丁を立てて戻す。そうするとここがシャキーンとなるんですよね。そうするとこう立体的に見えるでしょう。こうしてこうする。ほら、逆にこう立てずに切るといきますよ。ほら、なんか貧弱に見えないですか。なんかこっちの方が立体感あって、こう入れて立てる。で立てる。で、太くなるにつれて包丁を立てていく。にしてもめちゃくちゃいいブリだな、これ。すごいぞ、これ。半端じゃないわ。これね、最高のブリです。ブリを切った出刃なんですけど、油ギトギト。ほら、もう水も弾いちゃう。しゃぶしゃぶを作っていきたいと思います。このままね、切っていくと幅が大きすぎるので、ここら辺でカットします。で、こっちがブリの大トロ。で、こっちがマグロでいうと中トロの部分ですね。今日はこっちをしゃぶしゃぶ用に切っていきます。で、丸いお皿に旅館とかでよく出てくるタイプがバーっと花みたいに作って
作り方があるんですけど、今日はそのやり方、レクチャーしていこうかなと。切りつけていくときは、皮目の方から切っていきます。で、ポイントは、柵の大きさ、この幅ですね。ここを揃えること。そうしていくと、こう切っていったときに、長さが全部均等になります。で、一発目、包丁を入れるときに、1枚の長さを決めます。これまっすぐに落とすと、まあ大体このぐらいの長さになります。で、もうちょっと長いのがいいなと思ったら、包丁を縦からこう斜めにしていきます。そうすると、どんどん長くなっていきます。でも今回はこのぐらいの厚さでいいので、このまっすぐ落としていきます。で、切ったら乗せる。切ったら乗せる。で、ここ乗せるときに意識するポイントが2つです。この2つを守れば、だいたい綺麗に見えます。1つっていうのが、ここ。身と身のこの間、ここの間を均等に並べていく。で、2つ目が切り身の頭ですね。ここをできるだけ均等に揃えていく。で、乗せるときに、はい。ここの隙間を意識するのと、ここを合わせる。で今日は皮ついたままやってますけど、皮引いてもいいですよ。まあ、僕は皮付きの方が好きなので、皮ついたまましゃぶしゃぶにしていきます。どんどん置いていきます。で、ここまで来たら、ここポイントなんですけど、置きます。なんか不格好ですよね。一番最初に置いたところと、この一番最後に置いたところ、こう重なって不格好になっちゃいますんで、一番最後に置いたところの上に、この最初に置いたところ、これを乗っけちゃうんですよ。よいしょっと。こうすると、綺麗にできました。あとはこの真ん中空いたところは、まあいろんなやり方ありますけど、例えば、こう、身を切っていって、重ねました。こっちからくるくるくると巻いていきます。くるくるくると。で、花状にして、カコンとはめる。こうしても綺麗ですよね。こういうすだちやなんか置いてみても秋らしくて素敵かなと思います。これで1匹のブリからこのようにしゃぶしゃぶ用になるまででした。長い間ご視聴ありがとうございます。これはね、今から食べたいと思います。セカンドチャンネルで上がると思いますんで、ぜひぜひそちらもご覧ください。はい、というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。